皆さんこんにちは、こんばんは、てしもです。オンラインストアではヒーリング動画に出てくるクリスタルたちを私が一つ一つ選んで組み合わせたクリスタルセットと個人遠隔ヒーリングを販売しています。ここで語りきれない石のお話をアイテムページにもたくさん載せていますので、ストアにもぜひ遊びに来てください。今回はこちらのとっても優しいピンク色のハートのピンクマンガノカルサイトとクンツァイトを組み合わせたヒーリングを行います。私がこのヒーリングを動画でどんな風にご紹介しようかぴったりの言葉を探していた時に、ストアでこのセットをご購入してくださった方から、ハートのクリスタルはホリデーシーズンにぴったりですねというお告げのようなメッセージをいただいて、その時に、本当だ、それだとピンときたんです。で、今このヒーリングを公開しているのが12月の初めなので、年末年始にかけてイルミネーションを見かけたり、忙しい中にもホリデーシーズンを感じている方も多いと思いますが、実際にホリデーがある方もない方も、ちょっと今そういう気分になれないんですけどという方も、まさにハートがホリデーシーズンのように鮮やかに生き生きとしてくるヒーリングです。ハートが生き生きしてくることの何がいいのかというと、愛や優しさや嬉しいこと、シンクロニシティやサインがキャッチしやすくなって、何が自分にとって必要なのか、これをやった方がいいのか、それとも嫌な感じがするのかなど、すごくクリアにわかるようになり、それらがハートに停滞しないで流れるようになることです。また何よりも普遍的な源の愛、神のような愛の空気を感じられるので、ちょっと最近疲れてるよという方でも大切な存在をいつも胸に抱いているような、そんな自分にとってのホリデーシーズンの空気を感じていただけるのではないかと思います。なぜそんなことになるのかというお話を、この2つのクリスタルの紹介をしながらするんですが、今回はその前にリアルタイムでは12月ということで、今年をちょっと振り返ってどんな変化があったか、クリスタルと皆さんのおかげで最近私が気づいたことのお話をしたいと思います。もしよかったらコメント欄で皆さんそれぞれの自分の気づきや今年の変化を教えてください。これからする話は今回のヒーリングと関係があるんですが、今年気づいたことの一つに、ネガティブな感情や出来事の意味というのがあります。今までの私の個人的な傾向として、ただ嫌なことから早く逃れよう、ネガティブな感情や出来事に使い道なんてないと思っているところがありました。それなのに今年になってから特にネガティブな要素をひたすら排除するのって何か間違っているという気がしてきて、ヒーリングでも光、ここではポジティブな波動や感覚のことなんですが、そればかり追求しているとある時点で違和感が出てきて、無視されている影がこっちを見てとすごくアピールしてきて、現実にもそれが反映され、体が苦しくなったりすることに気づいたんです。でもスモーキークォーツの研究をしたあたりで、本当にスモーキークォーツや地球にネガティブな感覚や付着物が流れていっても、それがただのエネルギーとして受け取られていて、なんならお返しするよみたいな感じで、明らかに愛のような温かい波動や自分が強くなったと感じるような波動を受け取ることがあって、ネガティブなものというのは自分にとってネガティブなだけで、クリスタルたちや地球にとってはもちろんのこと、他人にとっても別にネガティブと感じない場合もあって、ただ自分がジャッジしているだけなんだと、やっと自分の感覚で掴むことができました。このことについてはコメント欄でもそれとなくヒントを出してくださった方がいて、とっても助かりました。実はそれまで地球にとっては私たちの波動はネガティブもポジティブもないとお話ししたり、そういったメッセージを初期から何度もクリスタルから受け取っても、そうは言ってもなんか申し訳ない気がすると思ったりしてたんですが、このあたりで本当にただ自分の都合ではネガティブなだけなんだという実感が持てて、それがお伝えする言葉にもやっと反映されたのか、クリスタルを持っている方からも地球にグラウンディングして浄化することに抵抗がなくなったとご感想をいただきました。それではネガティブな感情や出来事は
どうしたらいいのかということになりますが、もちろん体にも症状が出てすごい不快感があるときは、その原因からまず離れるか取り除くのがいいと思うんですが、もしも余裕があったら、自分がそれをすごく嫌だと思っていることを一瞬認めて、サインというか道しるべみたいに利用したらいいのかなと思うんです。ネガティブな感覚を利用して、本当に魂が求めている方向へ行くんです。例えば私の場合、圧力を感じる人の気配だけで喘息を起こしてしまうんですが、今まではそのことについてよく考えずに、ただやだと排除してきたんです。でも今は喘息というネガティブな感覚が私に合わない環境や方向をこんなにクリアに教えてくれてるんだ。私は自由に物事を考え、想像して、そして表現できる環境にいたいんだということを教えてくれていると分かって、私の喘息システムすごいなと思ってるんです。そしてもっとすごいと思ったのは、私がこのネガティブな症状にこうして目を向けたことで、このシステムが作動したとすぐ気づけるようになったので、喘息が本格的に起こる前に収まるようになりました。またそれ以外の例えば誰かの言った一言で気分が悪くなってしまったなど、そういうこともあるんですが、今まで無視していたどうして嫌な気持ちになるのかを考えたときに、自分がその嫌な性質を少なからず持っていて、これがすごい残念なところなんですが、やっぱり持ってて、それを人の言動として見てしまったから嫌な気持ちになっていることに気づきました。また別のパターンでは、私の無意識に持っている隠れた願望を叶えるために嫌な対応をしてくる人もいるということに気づいたんです。例えばですが、私に 3% ぐらい口が悪いヤンキーの気質があるとして、たまにはそういう自分を出したいなと無意識に思っているとしますよね。で、そうしたらそれを出させる人が出現するんです。それに気づいてからは、確かにね、私の嫌なところをこの人が出しちゃってる。じゃあ仕方ないかとか思って、あんまり引きずらなくなりました。今までは3、4日は引きずってたんです。なので、これ一つでは些細なことかもしれませんが、こういう日常的な不快感が減るというのは大きな変化だと感じました。もちろんネガティブな感覚の解釈は多分もっと幅広く、この対処ではカバーできないかもしれないですし、すべてのネガティブな感情や苦手な人に対して毎回このように受け止めていたら疲れちゃいますが、一度認識するだけでネガティブ勢はすごく満足しておとなしくなってくれるので、もし私と同じような方がいらしたら試してみる価値はあると思います。そしてそれが無理な時、逃げられない時やめんどくさい時は、この前大きなスモーキークォーツで行ったような、とりあえず不快なものを取り除くヒーリングを受けたりするのもおすすめです。もしよかったら、私の喘息で近づかない方がいいものを教えるシステムみたいな、ネガティブな感覚を使った独自の察知システムがある方は、ぜひ教えてください。他にも今年の大きな内面の変化はあるんですが、なぜこのネガティブな感覚のお話を最初にしたかというと、今回のヒーリングではハートが明らかに拡大し、ハートが動くようになり、柔軟になって様々な感覚が鮮やかに入ってきてキャッチしやすくなります。それは明らかに楽しいことだったり嬉しいことなんですが、中には人によってはあれと引っかかるようなネガティブにジャッジしてしまう感覚も入ってくるかもしれないからです。この2つのクリスタルたちは普遍的な愛や神のような愛が流れるハートを作り、そしてその普遍的な愛、これは結局は自分が源でもあるので自分の愛なのですが、その愛で満たしていきます。愛の中にはポジティブもネガティブもなく、でも受け取る側では多少ネガティブとジャッジしてしまう要素もあるかもしれないということなんです。このヒーリング動画を作るときに一番難しかったのはこの部分の説明で、ずっとなぜこんなにクリスタルたちがハートチャクラを輝かせて拡大させているのに、少しネガティブに感じる反応も出てくるのかと疑問に思っていました。それでテストヒーリングの段階でクリスタルの組み合わせを
変えてみたり、あれこれやったんですが、明らかに組み合わせの問題じゃないなと思って、でも先ほどお話ししたネガティブな感覚を使った察知システムのことを考えたときに、自分はネガティブに感じてしまうけど、それも普遍的な愛の一つの形なんだ。うまくいくように導いてくれているし、愛は全てを内包しているものなんだと気づいたんです。そうしたら不思議なことにネガティブな感覚も温かなハートの宇宙に混ざったように収まってすごく落ち着いたんです。このヒーリングはもちろん皆さんがネガティブな感覚を受け取るためのヒーリングではなく、ハートチャクラのとても深い部分のヒーリングと拡大、そして本来持っている源の愛で満たし感じられるようにするためのもので、ネガティブな感覚があるというのは多少そういうこともあるかもしれないというお話です。でもこの愛のヒーリングをもっとリアルに理解していただきたくて、あえてこのお話をしちゃったんですが、もしここまで聞いてほんの少しでもネガティブな感覚が起こったら嫌だなと思った方は、ヒーリングを受けなくても大丈夫です。いつか今ならいいなというタイミングが来たらぜひ受けてみてください。私は直後はいろいろな物事が鮮やかに感じて戸惑いましたが、翌日からリラックスした理由もなく少し楽しげなムードが増幅して、コミュニケーションもちょっとスムーズになって、普段目にするものやネットで流れてくるものの中に、これは私へのメッセージだとはっきりわかるサインが倍ぐらいに増えました。間違いなくこのクリスタルたちの波動を受け取ってエネルギーが動いてハートの状態が変わったからだと感じましたので、皆さんにもぜひ試していただきたいなと思っています。さて、やっと本題に入りますが、どうやってその源の愛を感じるハートチャクラの拡大と癒しを促すかというと、まずこのピンクマンガノカルサイトがそのハートそのものの材料を持っていて、それを波動に乗せて惜しげもなく流し込んでくれるんです。愛がいくらでも受け取れる果てしない宇宙にも見えるようなハートを作るんですが、果てがないのに同時に自分のハートと感じられるような強さも感じさせてくれます。カルサイトは石の主成分であるカルシウムが語源となっていますが、カルシウムは骨や体を作るために大切な栄養素です。ピンクマンガノカルサイトはハートとその領域を強化し、安定させた上で鮮やかに愛や物事のエネルギーを感じるハートの器を作ります。なぜそのように言えるのかというと、ピンクマンガノカルサイトはハートチャクラに反応するときに、まるで自身のこの素材を溶かして、こちらのハートチャクラに流し込み、そこに新たに源の愛が浸透できるハートを作っているようなビジョンを見せてくれて、体感でもそのように感じたからです。ピンクマンガノカルサイトはそのハートを作るための無限の材料を持っていて、それが広がり、膨らみ、自由に動き、全面で愛を感じることができる作りになっているように感じます。でもどんなに愛や様々な感覚をハートでダイレクトに感じても、内側から拡大し続け止まることがなく動いているので、溜め込むことがなく、従って愛を感じることを怖がることもありません。すべてを感じ、生き生きと動き、柔軟なハートを作ってくれるのです。特にこのピンクマンガノカルサイトが気になる方は、愛を感じたり、受け取ったり、与えたりする大きな局面がやってくるのを本能的に察知しているのかもしれませんし、共感力などの感じる力を高める時期がやってきているのかもしれません。肉体的なヒーリング効果としては、心臓と循環器系の癒しをサポートし、細胞の栄養摂取と組織の再生を援助します。また、骨へのカルシウムの取り込みを促進し、骨格と関節を強化します。次にこちらのクンツァイトですが、リチウムが成分に含まれたガラス質の石です。リチウムが含まれた石は波動がエネルギー体に広く広がり、ほんのちょっと優しさ成分が入った空気みたいで、捉えどころがないけどなんかすごくいい、
楽観的だったり、もしかして愛なのかなって感じさせるような傾向があります。なんでリチウムがそう感じさせるのかまだわかりませんが、リチウムの性質を調べていて、リチウムを扱う会社のホームページを見ていたら、うつ病の気分を安定させる薬に使われるという記載がありましたので、関係があるのかもしれません。ちなみにほぼ2年前に、こちらのダンビュライトとペアでクンツァイトをご紹介した動画があるので、もしよろしければそちらのヒーリングも受けてみてください。とにかくこのピンク色が好きすぎて初期から仲良くしている石です。水光さと同時に慈しみを感じる神のような波動を持ち、ハートチャクラに主に対応しますが、しばらく波動を感じていると上に上昇し、ハートとクラウン、もしくはそれより上位のチャクラに同時に反応して、ハートから上のエネルギー体や経路全体が光り、振動するような感覚があります。産地やクンツァイトの形状によっては、その愛のような波動が横に広がっていく場合もありますが、どちらにしても高い次元とつながった愛の波動です。神の愛、根源の愛があるとしたら、そのものの成分をクリスタルの形にしたのがクンツァイトという印象です。それをハートに、そしてエネルギー体全体に流し浸透させます。クンツァイトの波動はとても繊細な領域にまで広がり、背中側、霊体、魂レベルに広がり、癒しを促します。初めてクンツァイトを調べたときに、思考の愛とはただ漂っているもので、主張はないのかもしれないとメモしていましたが、本当に繊細なものです。とても優しいハグをされているように感じるかもしれませんが、何も感じないかもしれません。でもそれが渦を巻いたりしながらクラウンチャクラの方向に上がっていくと、深い開放感やリラックス、そして無限の愛のようなものを全身に感じます。人間が現実的に思うような愛はもっと与えたりもらったりするイメージがあるかもしれませんが、クンツァイトが示す愛はそのような描写ができないもので、無限で純粋で限りがない、特別なのにどこにでもあるものなんだという気がします。クンツァイトは愛のすべての領域にリラックスと穏やかな喜びをもたらします。肉体的なヒーリング効果としては副交感神経をサポートします。今回はこの2種類のクリスタルを使ってヒーリングを行いますが、より安定して好転反応が最小限で、そして純粋な波動を受け取っていただくために、前後に準備の浄化と肉体にしっかり新しい波動をグラウンディングするパートを加えましたので、よかったら最後まで受けてみてください。他のことをしながら流しておいても大丈夫ですし、眠ってしまっても大丈夫です。このクリスタルセットをお持ちの方は、付属のヒマラヤ岩塩が浄化とグラウンディングにも使えますので、動画を参考にして一緒に使ってみてください。この動画は何もクリスタルを持ってない方でも十分ヒーリングを受けられるように作っていますので、何も持たずに体や呼吸の感覚を一緒に感じてみるのもおすすめです。また、ご自分の今気になるクリスタルやハートチャクラに対応するクリスタル、それからピンク色やグリーンのクリスタルを一緒に持って受けてみると、さらにヒーリングを楽しめると思いますので、試してみてください。このヒーリングは1回でも十分な効果がありますが、複数回受けることでよりしっかりと波動が定着します。無理のない範囲で7日間もしくは21日間連続で受けてみてください。動画の最後にカード3択画面があります。カードからのメッセージとフィードバックはコメント欄に記載していますので、よかったらそちらもご覧ください。それではヒーリングを始めます。